テクラウド順です。というわけでね、今回はね、クラニングからやっていきたいと思います。やらす4日目ですね。45点ということで、パーフェクト素晴らしい。ちょっとね、タウンホール17じゃないものが下の方に固まってたりというところでね、まあちょっと今回はね、リプレイかなり絞ってやっていこうかなと思います。早速やっていきましょう。さあ、今回もね、ヒロヤさんのアタックから見ていこうかなと思うんですけど、圧倒的1分13秒。ジャイアントロぶっ刺さって対空砲2本折り。もう本当に忙しい人1分でできますよ。これ1分ちょいあればね、クラカツ全開取れますから、今のクラクラ。さあ、クローンを4発真ん中にドンドンドンと置いて、レイジ置いて、見てこれ、うじゃうじゃ気持ち悪い。最強すぎる。超火力があるところ。ね、この中央火力のところにやっぱこの突撃艦イエティっていうのぶっ刺さりますね。えぐ。えぐ。伸びすぎ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 。伸びすぎ。やばすぎる。イエティだけで相当削れましたね。これスーパーイエティじゃなくて普通のイエティでこんなに削れるんだから。スーパーが来たらもうとんでもないことになっちゃうよね、これね。あんま変わんないかなどうだろう。これだけの削りを通常のイエティでできたらスーパーイエティ、どうだろうね。さすがにもっと強いんかな。どうなんだろう。これよりやばいって想像つかないんだけど。やばすぎるでしょ。大量のドラゴン引き連れて最終区画に回ってまいりました。余裕すぎますね。ナイス旋回。さあ続けて自分のアタック見ていきたいと思います。ロイヤルチャンピオンの削りをこの2時の区画をまず削って、横打ちっていうところを減らして12時からこの10時の方へ進めていくっていうやり方。ルート上邪魔なのでここを削っていくっていう、僕のルートライダーもやるときと同じような考え方ですね。邪魔な施設を削っていくっていう形です。ファイヤーボールも同じなんだけど、もうやっぱ僕はいかにね、ルートを取れるようにできるかっていうところを大事にしてます。はい。で、レイジターンの解除も結構狙いの一つだったので、先に解除をさせておきます。で、ここがもうすんごいウィザード最強ゾーンになってるんで、テスラがなかったらもう、置き得なんですよね。なかった時に強いんで、この3時のアーチャーとか。で、外周部の施設を削ってからやることで、このスケルトンプラスで、この古文がね、いきなり直ターゲットで内側に飛ばすことができるっていうところを作りつつ、ベビードラサイドカット。今回、東海弊社9時置くと、あんま刺さんないんで、東海弊社が。なので、東海弊社。内側からね、一緒に本体と同じような感じで進めて真ん中ジャンプ合流。これランチャーでもよかったかもしんないなとは思わんでもない。これドリル強いかもね、ここ。ドリルロイちゃんとかも強いかも、ここ。あんま発想としてその時気づかなかったけど、今こうやって見るとこれ浮き位置作ったんだから、これ、ロイヤルチャンピオンのね、削りと合わせてドリル強そうっすね。で、真ん中ジャンプ、ロイヤルチャンピオンこうやって刺すんだから、これドリルでよかったわ。今からドリルに変えれませんか？で、キングの方をね、穴開け使って、最終区画。ロイヤルチャンピオンちょっとね、能力書かされるような感じになっちゃったんで、いいかもね。でも、東海弊社も東海弊社で結構仕事してくれてると思うんですけど、で、最終区画、ペカ2体いるしね、こうやって。じゃあ活躍した判定で、いるだけで。で、家とオリアも4体全部生き残ってって感じで終了ですね。はい。余力もあって。ルート作りをきれいにやれば、あとはごちゃってもね、全開取れるのがこれのやり方ですかね。さあ、ボマックさんの編成はね、なかなか他では見れないと思うんでね、珍しくて楽しいですよね。ドラゴンラッシュ、イダーラッシュ。まずは対空放りから始まります。で、ゴーレムを盾にクイーン展開をしていきつつ、インビジブル削って、ゴーレムの方にターゲットずらして穴開け。で、ランチャー6時からスケルトンプラスで置いていきます。で、こっちの対空砲はロイヤルチャンピオンで見ていきつつ、サイドカット兼施設の破壊っていうところを見ていくわけですね。前回の時も言ったんですけど、ラバルーン人形をね、採用してるっていうところで、対空砲の破壊がマジで大事になってくるので、対空砲をまずは削っていくような下側。大きく削れていいですね。で、ドラゴンライダー上から。ここで、
ラバルーン人形の方も対空砲がなくなったので防衛施設の方に向かうような形になりました。あとはロイヤルチャンピオンクイーンやらなんやら生きてて、で呪文も大量に残っててっていう構図ですね。まあレイジも置いて、ロケットスピア型のロイちゃんってちょっと攻撃スピード遅いよな。まあちょっと残ったところ、あとは回収しての全開ですね。オーバーグロも採用してというところ、ユニット、かなり余力があるですね。フリーズを置いて、中央インビジブル。手元に残ってるのを回収に回しての全開です。レジェンドもこれでやってるみたいなんですけど、すごいですよね。まあ、レジェンドリーグがね、ハードモードを意識したような編成で練習みたいな人もいれば、まあ、レジェンドはレジェンドとして別物として、まあ、シンプルに、ノーマルモードはノーマルモードとして分けてやってる人と、まあ、競技前でも結構考え方、やり方、人によって違うのかな。取り組み方が。星さんはファイヤーボール型でして、水塔のところを隠していくことで、ドカーン強い。強すぎる。で、ここから合流です。で、反対サイドは、こいつ1体でね、しっかり破壊を見ていくような形で、サイドカットを自分でやってもらうような形ですね。で、頭角インをサイドカットさらに追加して、キングも合流してのスタート。ゴールブレーカーイン。で、ジャンプの方を真ん中つないでいくような形ですかね。うん。これ、クイーンは飛んでくれるか。あ、ウォールブレーカー来てるわ。えら。そのウォールブレーカー偉いな。まあ、ジャンプでクイーンをつなぐっていうこともできたと思うんですけど、まあ、ウォールブレーカーもしっかり飛ばしていって、サッカーボールもすごいいい方向飛んでったね。で、ロイヤルチャンピオンは上側12時のところを刺していって、まあ、ちょっとね、単体火力がそんなに高い方ではないので、まあ、こういったキングみたいなね、ヒーローに捕まっちゃうところが、まあ、このユニットがやられやすい。まあ、スーパーネクロとかもそうですよね。耐久力があって、安定して進むけど、まあ、攻撃速度が速いわけでもないっていうところで、相手のヒーローに弱いユニットなんだけど、まあ、そこだけケアしてあげればよかったって感じかな。本日、ラストアタックにしようかな。リンカーンさんがあんまり紹介できてない方になっているので、リンカーンさんのやり方はね、これ、穴が開いてるので、ロイちゃんすごいところから登場しましたが、まずは削りを入れていきます。ガゴプリのね、このヒーローペットに注目なんですけど、アングリージェリーというところで、防衛施設をね、いきなり殴るような形が取れるんですよね。で、普通の、まあ、メタルパンツとダークオーブというところで、ダンベルでなんか最初に削りを入れていくっていうやり方ではないと。じゃあどうするのっていうと、まあ、ガコプリを短期で後付けで出していくんですよね。っていうのを、ボマーと合わせて2回やるんですよ、これ。これがね、結構面白強ポイントですね。ガゴプリが、まあ、1ポイント、別のところから後付けで刺さってて、で、もう1回ちょっとしんどいところがボマーが登場みたいな感じで、2回ね、このドラゴンラッシュにアクセントをつけることができるっていうやり方ですね。まあ、今回ちょっとガゴプリはね、ドラゴンのサポートという感じでは使っていかないんですけど、まあ、それも踏まえてちょっと見ていきましょうか。いやー、削りいいですね。まあ、呪文全部割いたので、そりゃ、こんぐらい削ってくれなきゃ厳しいんですけど、相当破壊ができたかなというところで、ここからスタートです。まあ、ローで、バカーンと飛ばしつつ、ボーデに気づいてほしい。気づいた。さあ、ドラゴンパートも9時からスタートするような形になります。スタート。まあ、龍炎砲とかマルチアーチャーターとかね、まあ、3時から行く理由はないですよね、ドラゴン。まあ、ちょっと流れ気味ですが、二手に分かれていることで OK ですね。で、ここからガゴプリ採用していきます。合流を図っていくんですけど、テスラもここたくさんあってね。はい。これね、結構注目ですよ、これ。
ドカーンといって、メタルパンツ、シングル IT ずーっとタゲ取られてるんですけど、これ全然食らわないのね。で、上からボマーをこれ、とどめに刺していくと、まあ、対空砲のケアだったりとかなんか、できるタイミングもあったんだけど、まあ、マルチアーチャーターとか、この最終区画っていうところに、まあ、ドラゴンに、さらに追加していくと。まあ、特化弊社とかでね、外周サイドカットとして使っていくやり方もあるんだけど、まあ、シンプルに防衛施設に干渉できるやり方、ボマーだとね、強いよね。まあ、ドラゴンが無差別なので、防衛施設から殴られてもね、反撃できないタイミングとかもあるんだけど、ボマーでそこをケアしていくような形ですね。はい、というわけでね、4日目のアタックこんな感じで終わっていきたいと思います。まあちょっと今回は少なめになりましたが、相手が悪いんでしょうがないです。僕らの問題じゃない。はい、というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、お願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。